眠た。おはようございます。どうも、川家です。最近 Vlog とかめっちゃ多かったんで、たまにはちょっと義足についてのお話またしていこうかなと思います。で、今日はですね、義足になってちょっと苦労してること5つみたいな感じでお話ししようかなと。のんびり今朝の11時ぐらいなんで、もう何時に起きてんねんって、もう遅すぎやろって言われるんやけど、言わしてもらうわ。おはようおはよう昨日寝た4時半とかやからな。しゃあない、それは。結構6時間かぐらいしか寝てないんじゃない俺。そう考えるとすごいな。昼寝結構するんやけど、それは置いといて、それでは行ってみましょう。ということで、まず1つ目はね、疲れるスピードがやっぱ圧倒的に速いな大体想像つくけど、ちょっと駅まで歩くとか次のお店まで歩こうみたいな、全然歩くんやけどしんどい、ほんまにしんどい。なんか夏場とかね、やばい夏場とか特に消耗早いね。ちょっと歩いてると足痛なったりとかもあるし、なんか階段2段3段がね、めっちゃなんかこんなに高く見える。こうやってよじ登ってる感覚もう前やったらちょん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 ってこういけてたのに、もう今はよいしょよいしょって感じ疲れるの早くなったな。で、やっぱ普通の足と違って、やっぱ金属とかプラスチックの素材とかカーボンとかね、カーボン軽いとはいえね、やっぱここに筋肉は通ってないから、一歩一歩やっぱこの2キロぐらいの重りを持ち上げて歩いてるって考えるとね、なかなか思うようにはいかんね高活動の方なんやけど、それでもやっぱ疲れます。だからおじいちゃんとかおばあちゃんは本当大変やと思うね。頑張れ誰次、2つ目はね、坂道がめちゃくちゃきつい。坂道がめちゃくちゃきつい。どうきついかというと、上りがきついではなくて、一番きついのは下り。もう下りがほんまにしんどい。何がしんどいかというと、義足やからさ、その足首のこの動きがないわけよ。足首足がこうあったら足首のこの動きがないわけよ。で、この動きができひんのと、親指の指でこう支えるね、足の指でこう支える、この力ができひんなって感じるのがやっぱ坂道の下りで、下りってさ、自分の体重支えながらゆっくり降りていくやん。その時に足首でグッて踏ん張って、で足の指で靴を地面で押さえつけるみたいな形やん。わかる？グッ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 って踏ん張りながら坂道降りていくやん。でもこっちの足に関してはもうこっから動かんからさ、もうドン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 ってどんどん前行っちゃう。そうだからそれがきついね。疲れるからゆっくり歩きたいのに、もう止める手段がないから勝手にスピードが上がって、どんどん足が前に出ちゃうっていうのがね、きつい。で、やっぱブレーキもかけられへんから、その分前の人とぶつかりそうになる、そこは結構デメリットかなと思います。しんどい。坂道を全部こうしたい。次、ちょっと次行く前にコーヒーのお湯だけ準備するわ。よいしょ。今日はこのコロンビアのお豆、これめっちゃフルーティーで美味しい。これを入れます。はい、じゃあ次かな。3つ目はね、肌のトラブル。肌荒れもそうだし、傷の損傷みたいな感じ、擦り傷とかもそうだし、あとは海が溜まったりとか、ニキビみたいなの大きいのができて、これが俺の中では一番きつかったりするかな。さっき言った歩く、疲れるスピードが速いとかさ、
坂道が降りにくいとか坂道きついとか、それはまだいいよ、許そう。まあ義足になるって分かったから、まあそれはなんとなくこう想像できた。でもやっぱ肌のトラブルがマジでしんどい。もう一番の痛みの原因になるし、んで肌めちゃくちゃ汚いから、もうそれ見るのも不快やし、ほんでそれ治療する時間考えるともううざってなるしで治したいけどまた義足履かなあかんから治療のスピードも遅いしみたいな、もう全部がねもう悪循環で、治ったと思ったらまた違うところにできてみたいな、もう1ヶ月のもう半分以上は肌のトラブルに悩まされてます。めちゃくちゃしんどい。これに関してはまたおいおいね、どういうトラブルがあるのかとかはまあもっともっと深く説明しようかなと思うんですけど、まあ大体あるのは足の皮膚の毛穴に、なんか細菌が入ってそこから海が大きくなって、まあそれが潰れるまでめっちゃ肌がパンパンに腫れるとか、あとは擦り傷ね。まあやっぱりね自分の足ではないんで義足は、まあ擦れてでこう傷ができたりとかですかね。で歩きすぎてこう足が赤く腫れちゃうとかね、そういうのがあるんですけど、もっとねひどいのが1回あったんで、それについてもまた後日説明しようかなと思います。次の動画ぐらいでも。ちょいコーヒー入れるわ。もう豆はひいてあるんで、これをこの中に入れてと。よいしょ。こんな感じ。あ、超いい匂いする。落ち着く。4つ目はその義足のメンテナンスとか、あとは修理とかがめちゃくちゃめんどくさいっていうのが一つかな。だってさ、自分の体やで、しかも足やで、足なんかメンテナンスもクソもないやん普通やったら義足はまあせなあかんねんけど、そんなんどうでもええやん。顔とかやったらまだねスキンケアとかするわ、みんなが見られるから。足なんか誰が見んねん靴ぐらいやろ見るのな。足のメンテナンスしたないのに、それせなあかんっていうのはやっぱめんどくさい。で、例えばなんですけど、この義足履くのに、この普通の義足と下にこうライナーって言って靴下みたいなものを履いてないといけないです。でこの靴下みたいなのが結構俺みたいに活動する人だとどんどん繊維が破れて、半年1年ぐらい使ってるとやっぱ破れてきちゃうんですよ。で破れてくると今度この義足側と皮膚を隔てる壁がなくなるんで、その義足の硬い素材が擦れて傷ついたりするんですよ。だからすぐに変えたいんやけど、すぐに変えれるかっていうとすぐにも変えられないこの靴下1個いくらすると思う？平均で10万ぐらいするのよもう高いのだと15、6万とかする、ほんまに。でそんなんすぐ買えへんやん。ですぐ買えへんからどうするかって言ったら、自治体とか自分の住民票を置いてる自治体とかにその障害福祉課みたいなところに行って、でもう義足が使い物にならないんで取り替えたいですっていう申請を出して、で障害福祉課の方が多分医者の方みたいに医者に連絡して、その方とこう日程合わせて、で義足の状態を見せて、今こうでって説明して、でもう義足が使えないんで新しいの変えてくださいって言って、じゃあ分かりました、じゃあこれはダメですね、変えましょう、じゃあまた同じのでいいですか、同じので大丈夫です、じゃあ許可を下ろす申請しますんで少々お待ちくださいって言って、俺は半年待った申請降りるのに半年待った。いやふざけんなよっていや分かるで、いや忙しいももちろん分かるわ。でもこれがないと俺らは歩けへんのよやのに半年待たされたんよ。びっくりするで。で半年待って許可下りたんで、義足の病院で新しく作ってくださいみたいな。でこのライナーと俺は型取りもう一回し直したんよ。足のその適合が合わなくなったから。で型を取り直して、
で作って、でまた申請に出して金額これこれになりましたっていうのをその義足の病院からその自治体、その障害福祉課の方に出して、あ、分かりました、じゃあその金額助成しますって言ってやっと届くんやけど、結局俺義足また新しく作り変えるのに、まあ、自分が行動に移すの遅いっていうのもあるけど、もう8ヶ月9ヶ月ぐらい待ったね、なんだかんだでまあっていうのが現状です。だからすぐに変えたいと思っても変えられへんし、でじゃあもう買っちゃえばいいやんって思うかもしれないけど、買おうってなったらライナーだけで十数万で、義足本体を変えようなんてもんなら、まあ俺の義足だと7、80万、下手すりゃ100万いくわけよ。もうそんなもん自分では買えへんから、毎回毎回なんか待つしかないんですけど、なかなかそこは結構厳しいところかなというふうに思います、はい、やしでその自分がやりたい義足とか自分がつけてみたい義足があって、それを申請して全部通ればいいんですけど、そういうわけでもなくて、その地方自治体によって助成してくれる額も全然違うし、まあ、例えば俺のこの今つけてるプロフレックス XC ってオズールの会社のものなんですけど、この義足って、まあ、ちょっと普通の義足からすると、まあ、値段的にはちょっと高い、もっと安い半額ぐらいの義足もあるんです。でこれを下ろそうと思って東京都でもし申請したら、東京都だと絶対に降りるらしい。もうなんか基準が決められてるって、なんか10万ぐらいの、10万か20万ぐらいの義足しか通してくれへんらしい、その申請を。でこれは4、50万ぐらいするんかな。もうこれはもう絶対にダメ。でも俺はこれじゃないと歩かれへんの。だからもし俺東京都に住民票置いてたら、もうこれは一生通されへんこれ一生履けへんから、履きたいと思ったら自腹で買うしかない。義足もね、こういろいろ進歩していろんな義足が出ているんですけど、選べる幅っていうのはやっぱ人それぞれやっぱ決まってるので、まあ、そこはねもっと自由聞けばいいなと思うけど、まあ、それもわがままなんかなと思ったり難しいラインですね、はい、っていうのが4つ目ですかね。最後5つ目は膝が最大限曲げれない、膝が曲げにくいっていうのが、まあ、ちょっと不便やなと感じたところですかね。まあ、これがどう不便に感じるかというと、まずうんこ座りとか体操座りはできない、その普通の足だとここまで最後まで曲がるじゃん。でも義足だとこれ以上曲がらへんの。こっから先になると自分の手の力で持っていくしかなくて、だから体育座りとか、あとはあぐらもできない。トレーニングするんですけど、トレーニングとかスクワットするときもっと下まで下げたいけど、そのスクワットが下まで下げれないとかね。あとは椅子が低すぎると座った時にめっちゃここがね肉挟まれて痛いんよね、長時間だと。そういうのもあって、こう座る動作っていうのは結構長時間立つのもしんどいけど、長時間座り続けて同じ体勢でいるのも結構しんどい、っていうのはあります。で俺が結構ねきついのは映画館かな、映画館はなんかしんどいな。前さ座席あるやん。でもうちょっとシートの幅あればなとか思う。ちょっと伸ばせたら、足を伸ばせたらこんな状態じゃなくてもこれぐらいで足を置けてたらまあ楽なんですよ。でも映画館で結構90度ぐらいじゃないと座れへんやんか。そういう意味ではきついね、映画館長時間はきついから、まあ、義足外すかな。でも外すのもちょっと恥ずかしい時あるけど、でも義足外すかなって感じで、膝が曲げにくいのはかなりデメリットかなというふうに思います。はい、ってな感じでコーヒーもできたかな。まあデメリットばっかりこう見つかるかもしれないんですけど、義足になって良かったことも本当にたくさんあって、まあ、そういった部分もね皆さんと共有できたらいいなと思ってます。はい、ほら美味しそう。毎朝コーヒーは日課ですね。また次の動画もね
義足のことをちょっと発信していこうと思いますんで、ぜひチャンネル登録といいねよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。熱い熱い、おいしい。